どうも皆様、こんにちは、なにわ割烹のぼるの店主をさせてもらってます落合です。2月3日節分の日、シンプルなんですけどのぼる流の恵方巻き、ご紹介できたらなと思って、今日は、実演させていただきます。恵方巻きは、遡ることは江戸時代、らしいんですけど、関西を中心にというかもう関西で、始まった文化で、恵方巻きっていう大体具材が7種類、あって、それは七福神にちなんだ、数だそうです。恵方の方を向いて、黙って食べるっていうのはその7つの福を、包むように薪で包むようにして、黙って食べる。喋ると福が逃げるよっていうことで黙って、恵方を向いて食べるっていうのが習わしだそうです。だから皆さん喋ったらダメです。喋ったら福逃げるんで。今日の具材なんですけれどもだし巻き卵、ちょっと甘めのだし巻き卵ですね。金色っていうのでなんていうの、金運アップみたいなそんな感じで、きゅうり9つのりがある。で、今日は焼き穴子、長いものっていうことですね。長寿とかそういったもので、今日は小餅わかめ、子孫繁栄、エビ、車エビ、車エビは腰が曲がるまでっていうような、あとはしいたけ、かんぴょうなどそういったものをご用意させていただいてます。で7種類で巻いていこうかなと思います。シャリですねを合わせていきたいなと思います。今日はうちは土鍋でご飯を炊かさせていただいたんですけども、シャリなのでちょっと固めのご飯を炊きたいので、浸水時間も冬場寒いので、だいたい20分ぐらいですね。夏場だと15分とか、それぐらいがいいかなと思います。お水の加減なんですけど、だいたいお米と、お水と同割り、同じ分量ですねを入れて炊けたらいいかなと。で半切り、これはよく水で濡らしておいてください。でないとくっついてどうしようにもなくなっちゃうんで。入れていきます。お米を入れたら、お酢ですね、寿司飯のお酢を、まんべんなくかかるように入れてください。で、この時のコツなんですけども、ちょっと切るように、あんまりこねくり回すと、ご飯の粘り気が出て、美味しくなくなっちゃうんで、なるべくこう切るようにもうざっくりとこんな感じです。だいたいシャリ合わせたら1時間ぐらい、なじませといてください。で、なじませてる間にそのまま放置しておくと、お米も重みでどんどん下に潰れちゃうので、何回か混ぜてひっくり返したり混ぜてあげて、そしたらシャリもふっくらと仕上がりますので。まずはかんぴょうなんですけども、今もこれちょっと乾燥してる状態ですね。これをさっとお水でちょっとさっとなじませてください。でちょっと湿ったところにお塩、もう本当にあんまり入れすぎると辛いので、もう一つまみ、適当な一つまみでいいです。これは味付けでも何でもないので、お塩を振ってこうやって揉むことによってかんぴょうの弾力とアクなどが出てきます。主に弾力ですよね。これよく揉んであげないとこのまま水で戻して炊いちゃうとかんぴょうがよくちぎれたり切れたりするんですよ。で、揉み終わったらこれを次もう一度お水、たっぷりのお水に漬け込んで、大体30分ぐらいですかね、戻ってくると思います。戻ってきた時の目安は1本持ってちょっと爪を立ててあげてください。でちょっとサクッと爪が入るというか、今もうこれまだ乾燥してるのでないんですけど、ちょっと膨らんでもきますしそれがもう大体の目安ですね。これも30分経ったものです。経ってきましたら、これよく絞ってください。ぐーっと絞ってあげます。ここでもう巻きすの長さに切ってあげてください。大体この海苔がこの内側の紐の位置と同じような感じなので、これに合わせて切ってあげてください。あとはもう揃えていったら早いですから、こんな感じでずーっと。これさっき炊く前にやっとくと炊き上がった後すぐ巻けるので、
これやらずに炊いちゃうと後々めんどくさいことになりますね。普通に鍋に入れて、あとはもう分量通り炊き上げていってください。これ炊き上がりました。で、見たら分かると思うんですけども、これぐらいになるまでもうずっと煮詰めて字が少なくなるまで煮詰めてあげてください。あまりこれ以上煮詰めると砂糖入ってますので、飴炊きみたいになってかんぴょうが硬くなってしまいますので、硬くなると口にどうしても残っちゃうので、これぐらいで止めるのがいいかなと思います。具材も用意できましたし、ちょっと、きゅうりとかも切りながらもう一気に巻いていけたらなと思います。こちら車エビなんですけども、そのままボイルしちゃうとやっぱり車エビ角地っていうか腰が曲がっちゃうので、それを曲がらないようにするために竹串を必ず打ってボイルしてください。これを刺すことによってまっすぐと仕上がりますので、もう半分に切り落としてください。穴子はもう半分に切って、使ってください。これ炭火で醤油焼きにしてます。醤油普通の生醤油、何も、みりんも何も入れてないお醤油、もう瓶からも出しただけのお醤油と、煮切り酒、アルコールを飛ばしたお酒を、塗りながら焼いたものです。醤油焼きにしてます。で、小餅わかめもこの辺はもうお好みなんですけど、これぐらいの厚みでいくと歯ごたえもあってちょうどいいかなと思います。でこれは売っているのは塩蔵品で売っているので、そのまま使うとやっぱり塩辛いので、お水ですね。お水に少しだけお塩を足して、ちょっと舐めた時にちょっと塩味するなっていうぐらいの、塩水ですねにつけておいてください。なんで塩水にするかというと予備水というか予備塩っていうんですけども、少し塩味があることによって小餅わかめの塩味が逃げ出しやすくなります。これ真水にするとなかなかちょっとなじまなくて時間がだいぶ変わってきますのでで、だいたい目安的には3時間4時間弱ぐらいですかね、塩抜きして、でその後に、分量のつけ地につけといてください。そのままもちろん食べれますので、巻きにしなくてもちょっと鰹節をまぶして食べるなりでいいおつまみにはなると思います。きゅうりは、両方切って、ちょっとここだけ皮が硬いというか苦いところがありますね。ここだけ剥いていきますね。はい、で剥いていただいて、半分の半分4分の1ですね。使うのはこの2本使います。でここの種の部分、もうちょっと取っていこうかなと思いますので、こうやってもう斜めにカットしたらもう簡単に取れます。板に置いて斜めにただもう簡単に取れます。もうこれできゅうり OK です。今回太巻きという中巻きぐらいの太さになるので、海苔の向きこっちにしてこう巻いちゃうと、太くなります。巻いていくんであんまり関係ないといえば関係ないんですけど今回海苔横にしてちょっと長さを取ります。海苔も表と裏があります。表の方がこうツヤツヤ、裏はちょっとザラッとしてます。で裏の方を上にしていただいて、手にたっぷりと水をつけて、裂き合わせた、シャリですね。ちょっと棒状にしていただいて真ん中にドンと置きます。で伸ばします。上にも乗せます。で上伸ばす時にちょっとのりしろ残しておいてあげてください。これがないと、これなくてギリギリまで
米を置いちゃうと巻いた時に何ていうんですかね、くっつかなくなるんで、海苔同士が。こんなもんかな。こんな感じで、はい、下は目いっぱいまでご飯目いっぱいまでいきます。はい、はい、でこんな感じでシャリを引いていきますで、置く順番なんですけど、そんなには、気にしなくてはいいと思いますけども、手前にはこういったしっかりとした具材をから置いていってあげてください。今ちょっと分かりやすいようにこうやって並べてますけど、この上に重ねていったらいいですよ。巻きやすいんで。7種類で一気に巻いていきます。ちょっと押さえながら、こことここをなるべくこう合わせるようなイメージで、分かりますかね、合わせるようなイメージで、あとはもう一気にひょっといっちゃいます。このつなぎ目は巻き終わったらなるべく下にしといてください。まだ海苔同士がくっついてません。これを下にすることによってお米とかそういった水分を海苔が吸いながら海苔同士がくっついていってくれますので、なるべくこういった状態で置いといてあげてください。本来は恵方の方を向いてもう丸かぶり、ちょっと太いんですけど丸かぶり、もうこれだけ食べたらもうお腹いっぱいになりますよね。ちょっと今日は半分に切って、断面見たいなと思います。こんな感じです。よし、完成です。今日はありがとうございました。お家でもねいろいろアレンジはできると思うので、やってみてください。こうでないとダメ、ああでないとダメっていうのは料理にはありませんので、本当に自由な発想でいろんな組み合わせを試して、ご自分のお料理、ご家庭の味付けっていうのをいろいろと模索して見つけてもらえたらなと思います。はい、いただきます。ちゃんと南南東、今年は南南東ね、南南東、はい、2023年恵方巻き南南東を見ていただきます。一かぶりでいってくださいいい食べっぷり。いいっすね。いいっすね。喋っちゃダメよ。喋らずにそれ一本いっちゃいかないとダメやな。大変や。うわいい食べっぷり。毎年恵方巻きとか作ったら店でこういうふうに食べたりするんですか？去年はよそで買いました。今年はうちで作るんで買わずに。ってことはもう一回このイベントが行われるわけですねみんなで。いや実際巻いてるのはこれよりも細いですけどねではなにわ割烹登る特製の恵方巻きはいかがでしたか？小餅昆布がすごいいい食感出してて、やっぱいろんな味が混ざれるのがめっちゃ美味しいです。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。今うちはウエスティンホテル、大阪の梅田のすぐ近くのウエスティンホテルっていうところで、一軒家でお店をさせていただいてます。大阪の食材にこだわらず日本全国、いろいろな、食材を使って、僕なりのお料理を、皆様に感じてもらいながら楽しんでもらえたらなと思いながら日々勉強してます。うちは本当にゆっくりと来ていただいてお酒も楽しみながらお料理も楽しみながら
僕との会話も楽しみながら、スタッフもキャラの濃い子がたくさん揃ってますので、スタッフに会いに来ていただけたら、いいかなと思います。直接会いましょう。グルメスタジオフーバー、にもぜひ足を運んでみてください。毎日日替わりでいろんな料理人の方々、古典的な料理から目新しいことまで皆様に手取り足取り、詳しく教えてますので、ぜひそちらまで足を運んでみてください。